私たちのふるさとには福井ゆかりの文学者が数多くいます。今回はその中から詩人三好達治について紹介します。平成27年2月、県立図書館にふるさと文学について紹介する文学館をオープンします。福井ゆかりの優れた作家や作品を多くの人に知ってもらうため、直筆の原稿や日記、愛用していた文具などを当時のニュース映像などと合わせて展示する予定です。もちろん気に入った作品は図書館で借りることができるので、とても便利ですよね。番組では今回から毎月シリーズでふるさとゆかりの作家について紹介。文学館のオープンに向けてふるさと文学の魅力をお届けします。三好達治、感情のこもった詩が高く評価され、日本芸術院賞など数々の賞を受賞した昭和を代表する詩人の一人です。1944年、現在の堺市三国町に移り住み、5年間暮らしました。三国を我が心のふるさとというほど愛しており、海辺の松林の光景などを懐かしく思い出す文章を残しています。福井を離れてからも、福井の県民歌や三国高校、大野高校の校歌を作詞するなど、福井と関わりの深い人物です。東尋坊には三国に住んでいた時に書いた詩集「故郷の花」の中の作品「荒天白母」の石碑が建てられています。自身の悲しみを冬空の風景で表現した詩です。また荒磯遊歩道の石碑に刻まれた春の岬は、決まった土地に住まずさすらい続けた三好達治の人生を表現しています。三国の歴史文化を紹介している三国龍翔館では、三好達治の写真や直筆の色紙、愛用品などが展示されているほか、達治の書斎を再現。さまざまな場所で三好達治とのつながりを感じることができますね。こちらは三好達治がよく訪れていたというお寺、由生寺です。当時交流が深かった大森清夫さんにお話を聞いてみましょう。由生寺のこちらのお部屋にはどんな思い出があるんですか？ここが三好先生を中心にした三国の、戦後の文学青年たちが集まったこのお部屋なんですよ。ここへみんなが集まったんです。ちょうど今花が咲いて、目の花が咲いてますよね。三好先生もこの目の花をここからご覧になったんでしょう。花の香りという詩があるんですよ。まさに目の花のことを中心に当時を懐かしんだいい詩なんですよ。この土地が文学的な風土になっている要因は、三好先生を囲む集まりができて人柄に触れながら影響を受けたことは非常に大きかったと思います。偉大な詩人三好達治の存在が周囲の人々に大きな影響を与えたんですね。県立図書館では福井ゆかりの作品を特集しています。ぜひ足を運んで三好達治をはじめ多くの著名な作家と福井のつながりを感じてみてはいかがでしょうか。